ご視聴ありがとうございます。ピヨシです。ソロでの1位率が 40% を突破し、プレイ時間は1000時間を超えた私が、現状のウォーランダーに感じることと、ソロプレイヤー向けにスコアを稼ぐ情報をご紹介する動画となっております。ウォーランダーではソロとプリメイドパーティーが同じ試合になります。この辺はね、今もソロで遊ばれている方なら、妥協して遊ばれている方が多いと思います。妥協できない方はやめていきますからね。もちろんこれが全ての原因というわけではないと思いますが、対戦ゲームにおいて対戦相手との実力差が不平等というのはゲームの満足度に大きく影響しますからね。開発側はベータテストから現在までこの意見に対してノーコメント。プレイヤー側の問題として感じるのは上位パーティー同士で試合を行う時間を管理し合っていると感じます。これは私の友人から聞いた情報と毎試合メンバーを確認している私が1000時間遊んで感じることなので、信じる信じないは皆さん次第です。プレイヤー数の少ないウォーランダーではマッチング時間を操作することによって上位パーティーと当たったから次は少し待って遊ぼうとしてもその先には別の上位パーティーがいるなんてことがよくあります。私が上位パーティーの放送をスナイプした時は体感で8割程度は敵側になる試合でした。つまり上位のソロプレイヤーであるほど上位パーティープレイヤーの敵になりやすいということです。特に最近のアジアサーバーにおいてはこの問題をひどく感じています。悩まれている方は一度ね、他のサーバーで遊んでみると楽しめるかもしれません。結構日本の名前のプレイヤーの方もいて楽しいです。過疎化が進んでいるからと、そのような上位パーティーと仲良くしているパーティープレイヤーの方々も、過疎化に加担している者同士、お互い食い合っていけばいいと思っています。私は以前、複数の上位パーティーの方々から、お前の使ってるスキルは普段使わない俺が使ってもスコアが出せる。自分が上手いと勘違いしている。などと言われたことがありますが、初心者がランカーと対戦するプレイヤー数の少なさ、範囲の広いマッチングにおいて、日頃ゲームに慣れているプレイヤーなら、普段使わないキャラクターであっても、スコアなんてものは苦労せず稼げて当然だと思います。上位になるほどゲームを遊んでいるにもかかわらず、マッチングの現状を理解できていない。その程度のプレイヤーがパーティーを組み、上位プレイヤーとなり威張っていると。実際に私は使い始めたばかりの魔法使いを使っていますが、上位パーティーがいる試合でも高スコアを出すことができます。ランカーになるほど試合数をこなしているにもかかわらず、現在の1位率の高さも証拠となっております。以前ツイッターで、上位のパーティープレイヤーは上手くなるために努力していると言われたこともあり、ゲーマーの一人として気持ちは理解していたのですが、条件の同じ上位パーティー同士が戦うことを恐れて意図的に避ける行為には正直言って落胆しています。一向にコメントを出さない開発も相まって、かそるべくしてかそったと言っていいですね。はい。全体的なプレイヤー数が少なく、上位のプレイヤーは程度の低いプレイヤーが多い。これが1000時間遊んで思うウォーランダーです。ここまで聞くとね、嫌ならやめろよと思うかもしれませんが、個人的にこのゲームにハマっています。私は上位パーティーと当たってもスコアを稼げるので、そこまで不快に思わないという点も大きいとは思います。スコアはランクポイントに影響を与えますからね。日頃コツコツと上げているプレイヤーがそのような試合に巻き込まれて、かなりのマイナスを押し付けられるのは悲しいと思います。そのような試合になった時、私は他の味方に対して申し訳なく感じます。カジュアルなゲームであるがゆえにスコアを稼げるのに、上位パーティーが相手だと味方を勝利に導いてあげられないことが多いと。なので今回ソロ向けに動画を作成しました。知らないことがあれば役立てていただいて、自分の身は最大限自分で守ってください。それではここからソロ向けおすすめのポイントの稼ぎ方をご紹介していきます。タワー占領速度の上がる巡礼者、切れ者の称号でタワーを占領してポイントを稼ぐ方法です。どちらも称号2で解放されます。タワー占領速度アップのタレントを重ねると、さらに短い時間で占領できます。味方と足並みを揃えてもポイントを稼げますが、単独で敵タワーを占領すると1000ポイント以上入ります。兵器のカタパルトや魔法使いによる兵器破壊によるポイントの稼ぎ方です。破壊する際には兵器が設置されている土台まで破壊すると多くポイントがもらえます。魔法使いであれば移動しながら燃やすだけでスコアを獲得できます。称号の砲兵、装備タレントの登場兵器攻撃力アップを装備して登場兵器キルを使った稼ぎ方になります。登場兵器のある場所でしか輝かないのがデメリットですが、使える場面では非常に強力な防衛設備になります。砲兵でカタパルトを使って縄文に攻撃することで、本来メテオでしか壊れない縄文を破壊することもできます。これはゲームスキルのある方向けの稼ぎ方です。アップデート以降、低称号が高称号を倒した時にもらえるポイントが増加しました。星1や星2で星5を倒すと1000ポイント近くもらえるので、ゲーム慣れしている方にはおすすめな方法です。私はタワー占領速度を積んだ星2魔法使いと
スキルによるポイントを絡めてスコアを稼いでいます。もちろん歩きながら兵器は燃やしますし、戦況によってはコアを狙いに行くこともありますが、私の意識しているポイント稼ぎの大部分はこれらの要素です。ここからはスコアを稼ぐためのテクニックについて話していきます。チームの勝利のためならスコアが低くても構わないということは気にしなくていいですが、今回はポイント稼ぎがメインテーマであるため一応ご紹介をしておきます。他の大人数ゲームで使えるテクニックもあるので、自分に必要な部分のみを活かしていただけたらと思います。NG 行為その1、工場兵器を殴り続ける行為ですね。これ非常によく見かけますし、工場兵器を破壊することはとても大事なのですが、工場兵器は耐久力が高く、最後のダメージはだいたい1人にしかポイントが入りません。これは壁も同様です。工場兵器を破壊する際には近くの大砲を使って破壊、または炎上させて放置させた方が自分の拘束される時間が減ります。その2、タワー付近の立ち回り。これもね、非常によく見かける光景ですが、冒頭にも紹介した通り、タワーの占領ポイントは非常に大きいです。敵のタワー前でもタワー範囲内でも、自分が死に、蘇生してもらう頃には味方がタワーを占領していた。こんなに虚しいことはありません。本人の腕によっては、タワー占領ポイントが獲得できなくなる可能性があることをよく覚えてください。知らずにこれを繰り返すと、自分の総合順位が低下する原因にもなります。さらにこれは敵のコアに突入するときも一緒です。敵のコアに突入する際、敵は最も目立つ戦闘のプレイヤーを狙ってきます。たまに例外はありますけどね。常に先頭を走るときは危険であると意識して行動する必要があります。左右から戦士のロケットアタックが飛んできますからね。じゃあピヨシ、お前は先頭走らないのかと言われると私は走ります。状況によってはそのままコアとは違う方向に走って敵を引きつけたり、無理やりコアの中に突入した後に中で敵を巻いてですね、後から来た味方にヘイトを押し付けることもします。そんな都合よくできるわけないだろうと思うかもしれませんが、マップの把握と敵の数、スキルの使うタイミングを考えればできます。魔法使いには空中で使えるシャドウステップやトラップ、戦士には距離の長い移動スキルがたくさんありますからね。あくまで基礎知識としてタワーを占領するにしても、コアへ突入するにしても、戦闘は目立ち危険度が高く、臨機応変に対応できるプレイヤースキルが要求されるということです。これら肝心な場面での死を抑えるためには、右上に表示されているミニマップを常に確認する必要があります。このミニマップを確認するということは、通常の戦闘時にも必要なことで、敵の数、方向がわかるので、数が多ければ慎重に、TPS 視点を活かして物陰の裏から視界に入れておけば、ミニマップを見ないプレイヤーに対してフィールをつけます。コアを殴っているときは、敵が来る方向から見て逆側に隠れているプレイヤーも多いですね。このような味方が複数いた場合は、まとめて攻撃を食らうことになるので、単独で迎撃しに行くか、直前で自分だけ離れて味方を攻撃させ、スキルの硬直を狙って処理しています。自分の体力が少ない状況で味方に回復をされないと聞きますが、周囲の状況を確認できるようになれば、あとはミシック武器に回復パークさえあればやりようはあります。それが戦士であっても魔法使いだっても、味方の真後ろで待機して、戦っている体力の少なくなった敵を見つけ次第、最後の一撃を狙うだけですね。連続キルが続いていればリスクを取らずに、リコールして別のキャラクターに変えてもいいでしょう。連続キルは継続されてキルポイントが増えます。ソロプレイという誰にも縛られないからこそ許されたこの自由なプレイスタイル。味方をうまく使えるようになった頃には周囲の敵の状況も把握できるようになるでしょう。自分の身は自分で守り、味方に責任を押し付けないプレイヤーでいた方が自分自身が上達すると思っています。他にもテクニックはありますが、かなり難しい内容になってしまうと感じたので、今回は最も基礎的な部分でありつつ、どの試合でも実践できるテクニックをまとめました。それではソロプレイヤーも精鋭の皆様、またお会いできる日が来ることを楽しみにしております。ご視聴ありがとうございました。